さあ今日はこちらです。段ボールにリータイムって書いてあるんで分かる方も多いと思いますが、リータイムさんから新しい製品が出てちょっとご提供いただいたんで早速出していきたいと思います。ちょっと撮影前に開けてみたんですけどかなり良さそうです。こちらです。いやすごくないこれ。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーです。めちゃくちゃ薄い、すごい薄いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーですね。これがリータイムから新しく出た 12V100Ah の超薄型バッテリーになります。ここの厚みがわずか 60mm です。一般的なバッテリーだとだいたいこの厚みが 170mm ぐらいですね。どんな感じかっていうと、一般的なバッテリーだとこういう感じになって、ここの厚みがこのくらいで 170mm ぐらい、これ 60mm しかないんで、3分の1ぐらい。今までサブバッテリーシステム組みたいなと思ってたけどスペースの都合で置けなかったとか、そういう方にも使えるような製品になってます。どういうところに設置できるかなって考えたら、まずはキャンピングカーとか車の壁にこう立てて置くような使い方ですね。これをこう起こして、こんな感じで起こして壁とかに設置するような置き方。あとは車の運転席とか助手席のシートの後ろ側とかに立ててこう起こして設置するとか、あとはキャンピングカーとかのテーブルの下に設置するとか、椅子の下に設置するとか、そういう使い方とか、あとは車のトランクの下に工具入れとかスペアのタイヤとか入ってたりするスペースがあると思うんですけど、そこにこの寝かして入れちゃうとかね、そういう使い方ができますね。でサイズがこの厚みが 60mm で、こっち側ここが 280mm で、この一番長いところが 530mm っていうサイズになってるんで、置きたいところをイメージしていただいて入るかどうか見てもらったらいいかなと思います。今回のこのバッテリーがここにも書いてある通り 100Ah ですね、容量が。なんで、12.8V なんで 1280Wh と。で重さが 14.92kg、 約 15kg あるので重さは結構重いです。同じ容量のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーに比べてもちょっと重いかなと。その理由がこの筐体が金属製ですね。かなりしっかりした高強度金属製ハウジングで覆われてるというか作られてるので、箱の重さが結構あるのかなっていう感じで、かなりしっかりした作りです。これ自体が IP65 の防塵防水仕様になってて、完全密閉構造になってます。粉塵とかダストが飛ぶような環境とか屋外に設置しても問題ないような仕様になってると。過酷な環境で使えますよっていう製品なので、ここに LTCP って書いてますけど、低温保護機能も搭載してます。なんでこの BMS バッテリーマネジメントシステムで管理して、0度以下では充電をしないようにすると。リチウムイオンバッテリー氷点下で充電しちゃダメなんで、0度以下になったら充電を自動的に制御して充電をストップすると。そういう寒いところでも安心して使えるような仕様になってます。低温保護機能なんですけど、0度以下になったら充電は停止で、充電の回復は5度、また暖かくなって5度以上になったら充電を開始しますよと。そういうような仕様ですね。で放電自体はマイナス20度まで使えるので、屋外でも安心して使えるような製品になってます。あとここに書いてある通り BMS のボードが 100A になるんで、マックスの出力も 1280W ですね。なんで容量 1280Wh で出力も 1280W になります。何かって言ったら、この上の 1280Wh っていうのがこのバッテリーの容量、どれぐらい電気を貯めれるかっていうところですね。でこっちの 1280W 出力っていうのがどれぐらいの出力が出せるかっていうところですね。なんで 1280W 出せればドライヤーとかケトルとかレンジ調理器、あと冷蔵庫、そこら辺は問題なく動かせるかなと。エアコンとか電子レンジに関しては 1500W とか出ることがあるので、ちょっともしかしたらこれでは不足かもしれないので、使う機器の出力をちょっと確認してから使用するようにしてください。バッテリーはこうですね、リン酸鉄リチウムイオンを使ってて、バッテリー寿命もとても長くて、6000回の充放電を繰り返しても 80%、 1万5000回充放電を繰り返しても 60% と
なんでかなり長期間使えるような製品になってます。いやこれはいいですね。このまず強いっていうところがこう、僕はこれキャンピングカーの隙間のある壁にちょっと置こうと思うんですけど、そういうところに置くと自転車ぶつけちゃったりガンガンなんか物が立ったりしそうなんですけど、この箱自体がめちゃくちゃしっかりしてるんで安心だなっていうところで使い勝手は良さそうですね。でこういうブラケットも付属してるんでこれ使って壁に固定できると。いやいいですね。このバッテリーだけじゃ何もできないんで他に何個か必要になってくる装置があります。でまず一番大事なのがこのバッテリー自体を充電するための機器、それからこのバッテリーは直流の 12.8V なんで交流の 100V にしたいと。これらについては前にも何回かご紹介はしてるんですけど、今回もご提供いただいたんでちょっと一つずつご紹介します。でこのバッテリーを充電する方法っていうのは何通りかあります。一番簡単なのが家庭用のコンセントから充電する方法、それから車から走行充電器で充電する方法、それからソーラーパネルで充電する方法、それぞれ充電するには専用の装置が必要になってきて、今回はこちらですね、家の家庭用のコンセントから充電するときに必要なバッテリー充電器もご提供していただきました。でこれがここに書いてある通り 14.6V の 20A なんで、これを使うと 292W で充電ができると。このバッテリーの容量が 1280Wh なんで1時間あたりこれを使ったら 292W で充電できるんで、0から 100% までだいたい5時間ぐらいで満充電できますよっていう、これがバッテリー充電器ですね。中身はこんな感じになってて、これがバッテリー充電器ですね。でここにこれを挿してあげて家庭用のコンセントに挿すと。でこっち側がこういうコネクタがついてるんで、このコネクタを使ってプラスとマイナスがあるんで、ここにこうつないであげると。でカチッと挿したら充電されます。これが多分一番簡単な充電方法だと思います。家のコンセントを使ってこのバッテリーを充電すると。そしてもう一つこちらですね。こちらここに書いてある通り純正限波インバーターになります。でこの純正限波インバーターっていうのが DC12.8V を AC100V に変換する装置ですね。でここに 1000W って書いてますけど 1000W まで出力ができますよということです。周波数、関東関西で違ってきますけど 50Hz、60Hz は後ろのボタンで確か切り替えが可能だったと思います。こんな感じでここにありますね、周波数の切り替え。すごい。そして AC のコンセントは3つ口あって、でさらに USB-C と USB-A もそれぞれ1口ずつある。出力が 1000W で 1000W までの製品使えますよということなんですけど、要はこっちのインバーターが 1000W まで使えると。でバッテリー自体は 1280W までの製品に使えるということで、このインバーターに関しては 1000W、2000W とかもっと大きいのも出てるんですけど、それはこの上のバッテリーの最大出力に合わせといた方がいいと思います。このインバーターに関しても 1000W の出力ですけど、サージ瞬時では 2000W まで出せるんで、それなりに大きな機器も動かすことはできます。ただ 1000W ギリギリの電化製品をずっと使うっていうのをインバーターに対してすごい負荷をかけることになるので、あんまり良くないかなと思ってて、できれば 600W 以下に抑えて使ってあげた方がいいのかなというふうには思います。それでもドライヤーちょっと使いたいとかケトルちょっと使いたいっていう時にはなんとか使えるぐらいの容量にはなってます。で今回は面白いなと思ったのが、このインバーターにこういうインバーターリモートコントロールっていうのが付属されてて、このインバーターとこのコントローラーをこの配線することで、インバーターが手元になくてもモニタリングができたり操作ができたりすると。電源ボタンがあったり、あといろんな表示ですね、温度何度なのかなとか見れたり、あとは DC の入力ですね、うちのバッテリーから何ボルトで DC 入力されてるよとか、こっちの AC に変換した時の
出力ですね、出力何ワット出てますよとか、これをキャンピングカーのあまり見えない位置に設置して、これをモニタリングできるところに置いとけば簡単に状態を確認できるっていうことで、これもすごい便利ですね。これあると助かります。そしてあと一つ、これに関してはなくても問題なくは使えるんですけど、あると劇的にこのバッテリーを使う上で便利になる製品ですね。もうそこの箱に書いてますけども、バッテリーモニターになります。このバッテリーモニターっていうのは何かっていうと、よくポータブル電源とかだと今のバッテリー残容量何%であと何時間使いますとか、今何ワットで出力してますとか、今何ワットで充電してますよとか、そういうのが全部見れると思うんですけど、それがサブバッテリーシステムでもこのモニターに移すことができるっていう製品になります。このリータイムのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーの中には Bluetooth で BMS の状態、要はバッテリーの残容量とか温度とか、そういうのを全部携帯でモニタリングできる製品も出てます。でただこの薄型のバッテリーに関してはそれがついてないので、こういうバッテリーモニターが必要になってくると。でもこれは絶対つけといた方がいいなっていうふうに僕は考えてて、車の走行充電を使ってバッテリーを充電するとか、あとはソーラーパネルを使って充電するとか、そういう時に何ワットで充電されてて、今バッテリーがどれぐらいの容量を溜まってるかとかがわからない、使いづらいんですね。夜ずっといっぱい電気使っちゃって、あと何ワット残ってるかなとか、突然充電なくなったらどうしようとか、このモニターがあれば常に状態を把握できるんで、安心してバッテリーを使えるようになるので、これはやっぱりつけといた方がいいかなと思って今回ご提供いただきました。シャントテークを使ってバッテリーの状態を確認するようなシステムなので、かなり信頼性が高いというか、かなり正確にモニタリングできるんで、このシステムはすごいいいかなというふうに考えます。それ以外にもバッテリーのプラスとマイナスに配線して電圧を測定して、そこからバッテリー容量を算出するような装置もあるんですけど、それなんか僕も前の車にはつけてたことがあって、それだといくらぐらいだったかな、500円とか1000円とかでその電圧計は買えるんですね。でそれをプラスとマイナスにつけて負荷がない状態で測定してあげると、それで目安の残容量は確かに分かります。信頼性に欠けるんで、これを使ってみようと思います。ご提供していただいた製品は以上になります。まずはちょっと外で全部つなげてみて、いろいろ動作をさせてみたいと思います。インバーターつないでちょっとテストしてみます。このインバーターリモートコントロールめちゃくちゃ見やすいです。これはいいな。今がバッテリー 13.1V の26度、アウトプットが 60Hz AC100V です。でまだ今何も出力はさせてないので、早速させてみます。ではこのよく使うヒーター動かしてみます。500W ぐらい。そしてインバーターのファンがすごい回ってて、でこれさっきバッテリーの温度って言いましたけど、これインバーターの温度ですね。インバーターの温度下がりましたね。今ファンが回ったんで、さっき26度ぐらいあったんだけど、ファンが回ったら22度になったんで、これもモニタリングするのはすごい大事なんで、やっぱりあんまり熱くなるとインバーターに良くないから、これ見れるのはすごい助かりますね。でアウトプットが 60Hz AC100 から 101V で電力が 620W と。でここの電源でインバーターが切れるっぽいんでやってみます。おお、いいな。手元で全部コントロールできるのもいいです。まずこれがインバーターです。では次、このバッテリー充電器でバッテリーを充電してみます。ここをつなぐだけです。さあ充電開始されました。今ね、赤いランプが点灯してるんで充電中ですね。でこれにはモニターがないから何ワットで充電してるかっていうのがわからない状態ですね。で満充電になったら緑ランプが点灯すると。なんでやっぱりバッテリーモニターあった方がいいですね。ここも状態がよくわかるんで。できました。配線完成。バッテリーモニターを接続してみました。こんな感じです。
配線はめちゃくちゃですけど、こんな感じです。全部つないだ。バッテリーモニターつないで、あとインバーターと AC のバッテリー充電器全部つないでます。こんな感じです。バッテリーとインバーターとか充電器の前にはそこのヒューズを入れたんですけど、でマイナス側もなんかヒューズが入ってて、これはバスバーがなかったんでちょっとヒューズで対応してますけど、ちょっと配線ぐちゃぐちゃですけど、こんな感じです。で配線に関しては全部説明書に書いてあるんで、とても簡単なんで難しいところは一切ありません。プラスマイナスを間違えないことと、つなげる順番さえ間違えなければ全く問題ありません。こんな感じです。これで充電器充電して今何ワットで充電されてるかっていうのが分かるはずなんで、ちょっとやってみようと思います。今充電入りました。これが 14.6V の 20A なんで300ワット弱で充電されるはずなんだけど、どんな感じかというとこんな感じ、ちゃんとされてます。で充電中はこのバッテリーモニターが点滅するみたい、こんな感じで270ワットで充電されてますね。これでこの超薄型バッテリーの状態が一目でわかるようになるんで、バッテリーモニター相当便利です。でちょっと充電を止めて、次はこっちのインバーターを使ってみましょう。電源をリモートコントロールでオン、入りました。これでまたヒーター動かしてみます。オンしました。どうでしょうか。このモニターの設定をしていかないといけないんだね。ここに設定の仕方は全部書いてます。このボタンを長押し、変わった。でキャパシティとか全部こう選べるんだ。ここを設定していきます。で、次これは 100A。 今設定が終わって充電を再度してるんですけど、で満タンになったらこの矢印を押して 100% で1回設定すると。で何か負荷をかけてバッテリーを空にします。 0% まで。でそうしたら今度はこの下を押して 0% っていうボタンを押したら、これで設定完了です。だから一回満充電にして全部使い切ることをしないとダメだと、そういうことですね。動作確認とか使い方は分かったんで、これを実際キャンピングカーに設置していこうと思います。よいしょ。さあキャンピングカーがこんな感じで、前が椅子ですね。後ろがこんな感じで、後ろベッドにしてて、でこの前はベッドにしたり座れるようにしたりしてます。で今回なんですけど、この部分ですね、この椅子の後ろにちょっとスペースがあるんで、ここにバッテリーを置きたいなと。で椅子の下にこういう感じでバッテリーなんかは置いてます、すでに。でリータイムの 12V230A のバッテリーが1つと、でそれから走行充電器ですね、リータイムの走行充電器と、あとインバーターも 2000W のインバーターも乗っけてるんですけど、こんな感じで設置してます。ここに切り替えのスイッチがあって、でこれ走行充電をこのリータイムのリン酸鉄リチウムバッテリーを充電するのと、それからポータブル電源も乗っけてるんですけど、ポータブル電源を充電する用のオルタネーターチャージャーも乗っけてて、切り替えてどっちかを充電するような運用でやってます。でこのキャンピングカーが 100V で動かしたいものですね。電子レンジ、それからケトル、電磁調理器、あとはパソコンの充電とか、AC コンセントでいろいろやりたいものに関してはポータブル電源から電源を取ってます。リータイムのリチウムイオンバッテリーから電源取ってるのが、車の車内の電気とか、あとテレビ、そして一番大事なのが FF ヒーターですね。それらをこの今バッテリーから取ってます。ただもう圧倒的に AC の方が使ってるんで、このスイッチをポータブル電源充電するように切り替えて使ってるんで、
あまりこっちのバッテリーは充電されてないというか、ちょっと思い出した時に充電しとかないとっていうことで切り替えて走行充電なんかをして、で走行充電自体は 40A で充電されるんで、6時間ぐらい走ればこっちのバッテリーは満タンになると。ほぼほぼ普段は充電してないです。ついつい充電をし忘れて完全に空になっちゃうことが時々あって、 FF ヒーターが使えなくなっちゃうんで、それがちょっと困ってます。もう極寒の中とか、特にこれから真冬なんで、そういう時にすごい困るなっていうことで、今回超薄型の 100A のバッテリーを予備でこの車に設置しておこうかなと考えてます。でバッテリー自体はもう完全にこのシステムとは縁を切って、常に満タンにしておくと。この走行充電器とつないでもいいんですけど、そういうことももうしないで、家庭用のバッテリー充電器を使う、そういうような運用で考えてるんで、まずはちょっとこの後ろ側ですね、この狭いスペースに設置しようと思ってます。おお、いいね、こんな感じで。これならこの椅子をもうちょっとこっちにずらしたら、足元後ろ向きで座ってる時も邪魔にならないんで、足元十分スペースできるんで、おお、いいね。ここにします。こういうブラケットがあるんで、ここにこうつけて、この壁に固定すると、こんな感じで止めてみます。 OK、 固定できました。いや、十分しっかりついてるね。大丈夫そうで、あとはバッテリーモニターと、これを充電する用のこのバッテリー充電器ですね。ここでいいですね。ここでもうこのバッテリー充電器ももうそこに据え置いといて、でこれだ、このバッテリーモニター、これをつないでいこうと思います。よし、できました。こんな感じで、今仮でここにバッテリーモニターはつけてるけど、これはちょっと後でもうちょっと場所は考えます。この薄いからデッドスペースにこう入れれていいですね。で今回は12.8V の 100A のバッテリーとバッテリーモニター、そしてこれを充電する用のバッテリー充電器ですね。 AC100V で動かすバッテリー充電器をここに設置しました。で今回の一番の目的、 FF ヒーターが動かせるっていうことが一番大事なポイントなんで、 FF ヒーター動かしてみます。これが多分ね、瞬時で 100W 超えると思います。100どころじゃないだろうな、150ぐらいいくと思うんで、もっといくよね、多分。やっぱり今 157W ですね。もうちょっと上がると思うんだよね。おお、170ぐらい出た。でついちゃったら下がるんですけど、つきましたね。落ち着いたらこんなもんですね。やっぱり 35W ぐらい。いやこのバッテリー自体が場所取らないし、あとはこういう充電器とかインバーターをまた別のところに置けるんで、それぞれ違うところの空いてるスペースに置くことができるんで、スペースがあまりない車でもいろいろ工夫したら置くことができるので、すごい便利だと思います。今日はリータイムさんから新しく出た超薄型のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーのご紹介でした。